はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日は動画編集アプリ LumaFusion の便利なショートカットをまとめて全部紹介していきたいと思います。で、最近ですね、iPad がマウス対応したり、トラックパッド対応したり、あとは最近マジックキーボードっていうね、今使ってるこのトラックパッドがついたキーボードとかが新しく発売されたんですけど、それが使えるようになって、この LumaFusion 上でのキーボードの操作がですね、もうめちゃくちゃやりやすくなって、本当にサクサク動画編集ができるようになりました。なので、これから iPad で動画作ってみたいっていう人たくさんいると思うんですけど、このキーボードショートカット、コマンドショートカットとかも言うんですけど、これを覚えてると、本当にめちゃくちゃiPad の動画編集が早くなるので、ぜひ皆さんこれは覚えてください。で、私が使ってるキーボードは今 JIS キーボードってやつを使ってて、日本語配列になってるんですけど、英語配列のやつだとちょっとポジションとかが違うと思うんですけど、ほとんどキーボードショートカットとしては同じものなので、参考になるかなと思います。で、合わせてこのトラックパッドのところのジェスチャーとかも今日は紹介していきたいと思うので、ちょっと長いですけど最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあLumaFusion立ち上げていきます。で、アプリ立ち上げて一番最初、この新規でプロジェクトを作る必要があるんですけど、その時はですね、左下のプラスボタンのところで、このプロジェクト一覧の画面に戻って、で、そこにプラスボタンが左から2番目にあるので、ここが新規プロジェクト作成のボタンです。で、ここに名前をつけて、プラスボタンで始めていきます。で、画面の説明なんですけど、左上にここソースパネルっていうのがあって、ここで写真アプリの中とかファイルアプリの中を検索して動画を引っ張ってくることができます。で、その右側にある今真っ黒の画面のところがプレビュー画面で、その下の長いバーになっているところがタイムラインのパネルになります。で、今ですね、これ Adobe Max 2019のちょっと撮影したやつ、iPhone で撮影したやつをですね、一覧で並べてて、ワンクリックするとこの右側のプレビューパネルに表示されます。で、ここでどれくらい使おうかなとか、どこの部分使おうかなっていうのを決めるんですけど、このプレビューパネルの左端と右端に黄色いチョボみたいな、鍵括弧みたいなのがついてるんですけど、ここがスタート位置と、右側の黄色いところが終わりの終了位置になります。なので、この辺使おうかなっていう風に決めて、その下の矢印ボタンを押すと、この下のタイムラインに入ってきます。で、これ今1個目追加したんで、次2個目3個目って増やしていくんですけど、今さっきやった始まりポイントと終わりポイント、今クリックしてやったんですけど、これもっと早くする方法がキーボードショートカットにあって、キーボードの I っていうところを押すと、そのマウスカーソルを持っていった部分が始まりポイントになります。IN の I ですね。で、お尻のところは O、キーボードの O を押すとそこが終わりポイントになります。インポイントとアウトポイント、I と O で覚えてください。で、こんな感じで自分の好きなところをまずはクリップ I と O でクリップしていって、それを下のタイムラインに流し込んでいくっていうのがですね、まず初めにやることです。で、フッテージが載せれたんで、ここからどんどんショートカットを紹介していきたいんですけど、まずこの下のトラックパッドのところから紹介します。トラックパッドは2本指を左右にスワイプすると、こんな感じでインジケーターがですね、左右に動いてくれます。で、2本指、ピンチイン、ピンチアウト。で、このタイムラインのところがズームイン、ズームアウトになります。なので、このタイムライン全部見たいときは、ピンチアウトしてギュッとね、縮小してもらえれば全体を見ることができます。で、今クリップがですね、たくさん並列で並んでる状態なんですけど、これ選択して、こう違うところにですね、ギュッと長押しで持っていってあげると、こう並べ替え、順番を入れ替えることができます。で、このクリップの選択なんですけど、選択するときはトラックパッドでポチッとクリックするか、画面上タッチしてもいいんですけど、これキーボードショートカットで、キーボードの C を押すとこんな感じで選択解除選択解除になります。クリックの C と覚えてください。クリックの C で選択で、選択したやつはこんな感じで並べ替えしたりとかね、することができます。で、ちなみに例えばね、このクリップのこの辺で切りたいと、切って後ろのところはいらないって思ったら、キーボードショートカットコマンドプラス B です。ブレッドの B ですね
を押すとこんな感じで切り離すことができます。で、後ろのところはいらないので選択してデリートボタンを押すか、もしくはですね、もう一個デリートのやり方としてはコマンド X っていうのがあって、コマンド X でも、このクリップを消すことができます。で、次、このクリップを複製したいとき、もう一つ同じものを追加したいときなんですけど、その時はクリップ選択してコマンドと D を押してください。で、そうすると同じクリップがこんな感じで上に乗っかってきます。で、このクリップ間に挟み込んでもいいですし、上に乗っけたまま使っても大丈夫なので、こんな感じで同じものを複製したいときはコマンドと D を押してください。ちなみに英語ではジュープリケイトって言うんですけど、複製するっていうのが。なので、ジュープリケイトの D と覚えてください。で、間違えてしまった時とか、1個前に戻りたい時があると思うんですけど、その時は、コマンドと Z です。コマンド Z で1個前に戻るです。なので、このコマンド Z をひたすら押していくとですね、どんどん前に戻っていきます。で、逆にコマンドシフト Z を押すと、一つ後に進んでいきます。なので、コマンドシフト Z をどんどん押していくと、新しいバージョンにどんどん進んでいくっていう感じです。で、次、映像とオーディオの切り離しっていうのがあるんですけど、今このクリップはですね、映像とオーディオが一緒になってる状態なんですけど、トラックパッド3回ですね、ポチポチポチっと押してみてください。そうすると、この下にですね、オーディオクリップが新しく現れます。で、こういう感じなんですけど、今この下の方に表示させたオーディオクリップ選択して、例えばこれデリートすると、そのオーディオだけが消えて、映像の方は残ってる状態です。なので今再生してるんですけど、音は出てないような状態ですね。こんな感じで音を消していきます。で、今トリプルクリックして下に表示させたんですけど、キーボードショートカットでもやる方法があって、それがですね、オプションと D です。オプションと D を押すとさっきのような感じで、オーディオだけが下にこうね、表示されたような状態になります。で、D はですね、おそらくデバイドの D かな。なので、オプション D でオーディオ切り離しと覚えてください。で、このクリップ自体はさっきと同じように長押ししてこうやって移動させて並べ替えしたりすることができます。で、その時にこのクリップのところを選択して移動させるとオーディオの方も一緒にくっついて移動させることができます。なんですけど、このオーディオと映像を別々に動かしたい時とかっていうのがあるんですね。で、それをするときはリンクを解除っていうのをしなきゃいけないんですけど、この画面上ではリンク解除っていうのが下のところにあります。このリンクボタンなんですけど、これを押すとリンク解除になって映像だけだったりとか、あとは音量のところだけを動かすことができます。で、もしくはこれをキーボードでやる場合はですね、オプションとセミコロンを押してください。オプションとセミコロンです。ひらがなの0が書いてあるところですね。これを押すと映像のクリップと音が切り離したような状態になるので、こんな感じで映像のところだけを上に持ってったりとか、音のところをちょっと移動させたりっていうことができます。はい、じゃあ次、再生の操作について話していきます。再生するときはスペースバーを押すと再生になります。で、もう一回スペースバーを押すと一時停止になります。なので、ここをですね、カチャカチャしながらやっていく感じです。で、この再生しているときにちょっと早回しにしたいときがあるんですけど、そのときはですね、L のボタンを押してください。再生しているときに L です。で、そうすると今2倍速で流れてます。で、もう一回 L を押すと普通の1倍速に戻ります。なのでこんな感じで、任意のところまでちょっと早回しでやりたいなっていう時は L のボタンを押して操作をしてください。で、ちなみにこの矢印ボタンがあるんですけど、矢印ボタンの右のところをですね、こうポチポチポチって押してると、1フレームずつ次のコマに進んでいきます。1フレームずつ進んでいきます。で、逆に左の矢印を押すと1フレームずつ前に戻っていく感じですね。巻き戻しされていく感じです。で、このシフトを押しながら矢印ボタンを押すと10フレームずつ次に進んでいきます。10フレーム先に進む。
で、ちなみにシフトはですね、この右側にもシフトボタンがあるので、ここでも大丈夫です。ここを押しながら押すと10フレームずつ進んでいきます。で、逆に反対側を押すと10フレームずつ前に戻っていきます。で、次、例えばなんですけど、この1個のクリップの一番左端のところまでクイックにアクセスしたいときは、この矢印ボタンの上のボタンを押してください。で、上ボタンを押すと、このクリップの一番始まりのところに行きます。で、逆に終わりのところに行きたいときは、下のボタン、下の矢印を押すと、ぴったりこの終わりのところまでジャンプしてくれます。で、ちなみにこのタイムライン全部の始まりと終わりに行きたいときは、シフト左の鍵括弧、シフト右の鍵括弧を押すと、このタイムライン全体の映像の一番始まりと終わりまでジャンプしてくれます。で、ちなみにこれ、キーボードの A と S でもいきます。A を押すと、このタイムラインの一番初めまで戻っていて、S を押すと一番タイムラインの終わりのところまでジャンプしてくれます。これどっちでもいいですね。鍵括弧でも A を使ってでもどっちでもいいので、これは好きな方でやってもらえればいいと思います。で、次、エフェクトをクイックにかけるショートカットなんですけど、キーボードの123456っていうところがあると思うんですけど、この1のボタンを押すと編集モードに入ります。で、今ですね、このサイズ変形をする編集モードで2番を押すと、これはスローモーションかな。スローモーションとか早送りをする編集モード。で、3番はないです。で、4番が音量調整する編集モードに入っていて、で、5番がカラーエフェクトですね。フィルターをかけたりとか、あとはぼかしたりとか、シャープにしたりとか、あと色温度変えたりとかね、明るくしたりっていうのが5番の編集モードになります。で、ちなみにここでできるのは、このレベルのところでめっちゃ明るくしたりとか、あとはこうサイズ変形のところで画面がちょっと傾いてたら回転させたりすることができます。なので、いちいちこのね、タブで切り替えなくても、1、2、4、5のボタンを押してもらえれば、こうクイックにね、エフェクトパネルをですね、切り替えることができるので、これは活用してもらえればいいと思います。で、今かけたこのエフェクトをですね、違うクリップにも同じカラーエフェクトをコピペしたい時があるんですけど、その時に一番簡単な方法としては、まずですね、このクリップを C で、キーボードの C で選択します。で、5番を押してカラーエフェクトのタブに入っていきます。で、さっきこのカラーエフェクトを調整したやつがあるので、これをですね、お気に入りに登録しておきます。で、お気に入りタブがこの右上のところに星マークがあるんですけど、これお気に入りタブです。で、ここに、もう一個ね、その下のところに星マークがあるんですけど、これを押すと、お気に入りユーザープリセットみたいな感じに出てきて、そこに保存することができます。なので、まずはここにですね、プリセット保存してください。名前なんでもいいんで、例えばアミティエフェクト1みたいな感じで保存します。で、保存できたら、さっきのタイムラインの方の画面に戻っていって、ペーストしたいところのクリップをC で選択します。キーボードの C で選択。で、ここでオプションと P を押します。オプション P です。で、そうするとユーザープリセットというかカラーエフェクトの一覧が出てくるので、ここでさっき登録したアミティエフェクト1をクリックします。で、そうするとですね、このプリセットがペーストされるんですね。なので、これでやるのが一番早いかなと思います。こんな感じで、また違うクリップ選択して、オプション P でエフェクトをペースト。で、そうしていくと、今クリップがたくさんあるんですけど、一気にこのユーザープリセットに登録したやつをペーストしていくことができます。で、残念ながらね、ルマフュージョン複数選択っていうのが今できないので、一個一個このユーザープリセットのやつを呼び出して、ペーストしていくっていう形になるんですけど、オプション P があるとすごく早くできるので、これぜひ使ってください。で、次、テキストの追加を紹介していきます。テキストを追加するときは、キーボードの Y を押してください。Y を押すとこんな感じで上にテキストが乗っかってきます。で、今 Your テキスト Here って出てると思うんですけど、このクリップをダブルクリックするとテキスト編集モードに入っていくので、この中の下のところに T って書いてあるのがあるので、この T を押すとテキストを編集することができます。で、例えばここで Adobe Max Japan とかでタイピングして、右のタブのところでサイズとか、あとフォントの種類とかを選ぶことができるので、ここで自分の好きなのに選んで変えていきます。
できたら左上の戻るボタンからタイムラインに戻って、スペースで再生します。はい。で、ちなみにこのプレビューのところダブルクリックすると大きくして再生することできます。はい、こんな感じでちょっとテキストね、入れるだけで結構かっこいい感じになるので、オープニングとかにね、ぜひ使ってもらえればいいと思います。でですね、このテキスト機能なんですけど、このテキストをクリップとクリップの間に挟み込むっていうやり方もあって、その時はですね、任意のところにカーソル持っていって U を押してください。そうするとこんな感じでクリップとクリップの間にテキストが入ります。で、さっきと同じようにここダブルクリックするとテキスト編集項目になるので、ここで例えば Day1 とかね、Day2 とか1、2、3みたいな感じでプチキャプションを入れていってあげると結構こうね、画面がどんどん切り替わっていくと面白い映像になるので、こういうのもね、効果的に使ってもらえればいいと思います。で、今挟み込んだところを見てみると、こうやって映像から黒い画面にパチッと切り替わってると思うんですけど、これでもいいんですけど、こうふわっとね、映像を切り替えたいっていう人いると思うんですね。トランジションっていうんですけど、それのやり方をちょっと紹介します。で、まず切り替えたいポジションにですね、カーソル持っていくんですけど、その時はさっき教えた矢印ボタンの上か下を押すと、この区切りのところにカーソルを持っていけるので、その状態でキーボードの U を押します。で、そうするとこんな感じで間に紫色のトランジションが入っているのがわかると思います。はい、そうするとこんな感じで綺麗なディゾルブで映像が切り替わっていきますね。ちょっと大きくしてみてみます。はい、なのでちょっとエモい感じにしたい人はちょっとトランジションとかつけてもらえればいいかなと思うんですけど、このトランジションのはですね、こう長押ししてこう幅をですね調整するとトランジションの長さを決めることができます。なのでじわーっとねトランジションしたいときは長くすればいいし、こうさっと切り替えたいときはこのトランジションを短くすれば大丈夫です。はい。で、最後紹介するのが、ボイスオーバーです。ボイスオーバーは今私がやってるような、こう、後から声をかぶせて付け加えるっていう、アテレコっていうやり方なんですけど、それやるときはですね、任意のところにカーソル持っていって、V を押してください。で、そうすると下にこう、音量パネルみたいなのが出てくるんですけど、ここでレコーディングすることができます。ちょっとやってみますね。はい。皆さんこんにちは。今日は Adobe Max Japan 2019のレポートをしていきたいと思います。はい、OK です。で、OK だったらスペースを押すとレコーディング止まります。できたら左下のところにですね、適用ボタンがあるので、これで OK です。そしたら今、ボイス追加されているので、ちょっとこれで再生してみましょうか。はい、皆さんこんにちは。今日は Adobe Max Japan 2019のレポートをしていきたいと思います。はい、こんな感じです。で、今ちょっとね、iPad にマイクとか何もつけずやってるんで、音の質悪いですけど、ちゃんとマイクとか挿してあげてやると、綺麗なアテレコを作ることもできます。なので、私が今やってるような、こういうチュートリアル系も、この iPad だけでそういう動画を作ることもできます。はい、なのでね、本当に iPad だけでもう全部できちゃうじゃんっていう感じなんですけど、で残念ながらね、ちょっと 4K はなかなか動画の動きが悪いなっていう印象ですね。なので、作るときフル HD でやることをお勧めしますけど、iPad だけで全然できるので、ぜひ皆さんも試してみてください。で、ちなみになんですけど、今日紹介したコマンド、キーボードショートカットっていうのは、この LumaFusion の画面でコマンドのボタンをですね、長押ししてください。そうすると、こんな感じで全部出てくるんですよ。で、今日はこれを見ながらですね、紹介してたって感じです。3ページぐらいあるんですけど、もし迷ったらコマンド長押ししてください。で、そうするといろいろ出てくるので、ここで覚えてもらえればいいと思います。はい、ということで今日は以上にしたいと思うんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。
すごいたくさんキーボードショートカットあるので、最初は覚えられないかもしれないんですけど、この動画ちょっと何回か見てもらってですね、ぜひ覚えてほしいです。このキーボードショートカットを覚えると、本当に動画編集が楽になるので、ちょっと最初だけしんどいけど、皆さんぜひ覚えてください。で、こうやって iPad でね、動画編集して YouTube 始めましたみたいな人が出てきてくれたら、私はすごい嬉しいなと思うので、その時はね、教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで、この動画が面白かったらぜひいいねボタンをよろしくお願いします。ではでは、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。